今回は表参道にあるヴィンテージ空東京本店を回っていこうと思います。一緒に回ってくださるのは店長の山中さんです。空の店長やってます山中です。よろしくお願いします。では早速なんですが、山中さん的空の自慢できるポイントを教えていただきたいです。まずはやっぱり商品点数がすごい多いところ、これだけは自信持って言えるんですけど、これだけ一箇所に商品がたくさん置いてあるお店ってそうそうないと思うんですよね。やっぱこう表参道のヴィンテージショップでもここまで集まってるところで私もないなって感じてます。地下と 1,2 階合わせても6000点ぐらいあるので、もう本当にここでアパレルとかバッグとかジュエリー、タバコも全てコーディネート揃えられちゃうので、やっぱこう私も店内で撮影したりするので来たりするんですけど、もう商品点数が多すぎていつも目移りしてます。実際2時間ぐらいお店でいらっしゃる方もいらっしゃって、もう宝探しみたいって言われることが結構多いです。じゃあちなみに店舗で最近人気のブランドとかってありますか？やっぱ安定的に人気なのはシャネルとかエルメスなんだけど、最近はミュウミュウとかもすごく人気です。めっちゃ可愛いですね。おー、こちらになります。こんな感じです。可愛い。なんか結構昔のポスターとかもあるので、海外の映画みたいな雰囲気ですごい可愛いなって思います。わかる。私もこの階段の雰囲気すごい好きで、毎日見ててもやっぱりすごいいいなって思う。篠田さんも知ってると思うけど、1階2階のコンセプトがタイムスリップしたようなノスタルジックな空間で、地下1階がヴィンテージシャネルのテーマパークというのがコンセプトで、フロアごと世界観を持っていて、商品だけじゃなくて空間自体も楽しめるっていうところが空の楽しいところかなと思います。私もこう入社して、地下は行ったことあったんですけど、地上とかも初めて回った時に本当に結構異世界みたいな空間がすごい特別なのが印象的でした。よくお客様も入った瞬間にシャネリアンで「おー」とか言ってくださることが多くて、写真もよく撮ってくれるので、私たちはもう見慣れてしまったんですけど、本当に改めてすごいところで働いてるなって思います。それではここからは地下のシャネルフロアに行きたいと思います。私も入社前に地下のフロアだけ来てみたことあるんですけど、本当に遊園地なのかなって思いました。そうそれよく言われる。重機が実は地上の店舗の時に作りたかったけどやめたアイデアだったみたいで、地下オープンする前に地上とは異なる何かインパクトのあるものはないかっていうところで、この重機のアイデアからコンセプトが決まったみたいです。なんか地上とはまた全く違う青だったりピンクが基調になってるので、一回来たら結構忘れがたいビジュアルだなって思います。私のイメージの中ではなんか空ってヴィンテージシャネルをしてるなっていうイメージあるんですけど、それって結構昔からそういう感じなんですか？そうそう、空の名前でお店がスタートしたのが2012年からなんだけど、当時ヴィンテージシャネルもそこまで流行ってなかったし、相場もすごい安かったみたい。今ってヴィンテージシャネル大体50万以上とかが多いと思うんだけど、昔はそこまで高騰してなかったんだってね。じゃあ今よりも全然安かったってことですか？大体ではあるんだけど、15年前くらいだとクラシックフラッグで10万円台、もしくはそれ以下で買えたんだよね。それはちょっと全然違いますね。びっくりだよね。ちなみに空ができたのが2012年なんだけど、その辺からヴィンテージシャネルを推してたみたい。すっごいちっちゃいお店だったらしいんだけど、モデルさんとかインフルエンサーさんの間で話題になって、そこから日本ではヴィンテージシャネルが流行ったみたい。そんなに昔からヴィンテージシャネルを推してたんですね。そうそう、早い段階からヴィンテージの価値を広めてったんだと思う。なんかシャネル以外に他にそういうものってあったりしますか？例えばディオールのアクセとか、それも10年前ぐらいまでは1万円前後で、売ってたんですけど、空でもすごく人気が上がって、ここからどんどん値上がりして、今では3、4万円台まで高騰してます。その時に買いたかったってやっぱり思っちゃいますね。そうですね。はい、今日はこんな感じでヴィンテージ空東京の表参道本店を地上の店長の山中さんと一緒に回ってみました。今日はお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。私ちゃんと話したかな？いやもう本当に魅力伝わったと思います。ありがとうございます。他にも気になるアイテムだったりこういう動画見たいよっていうのがあったらコメント欄でお願いいたします。お願いします。バイバーイ。